ラスゲアードの徹底解説と題しまして、おそらく多分まだ誰も解説したことがないんじゃないかなという、指の使い方だったりとか、体の使い方だったり、そういうところを中心にご説明できたらなと思います。このチャンネルではですね、フラメンコギターとか、フラメンコそのものに興味がある人に向けて、これからちょっと動画をアップしていこうと思っております。で、まず、YouTube でいろんな人がラスゲアートの動画を上げているんですが、ちょっと誤った情報も多いんじゃないかなと思っております。まあ確かにスペイン人でもいろんなやり方の人がいて、ドロロロっていうサウンドが出ればいいじゃんっていう話だったりするんですけど、ある程度体の使い方とか、理にかなったやり方をしてないと、正しいサウンドが出なかったり、体を壊す原因になってしまいますので、まずテクニックの基本的なやり方ですが、親指アップ。薬指と中指を一緒にしてダウン。で、親指ダウンですね。親指アップ。薬指、中指ダウン。親指ダウン。中指と薬指一緒にしてますが、手の作りによっては薬指だけやりやすいっていう人もいるかもしれないので、それでも大丈夫です。あんまり中指だけっていう人は聞いたことがないかもしれない。で、指の順番ですが、基本的にはどっから始めても OK だったりするんですが、逆に言うとどっからでも始められるようにしとくっていう方が、将来的に望ましいですね。親指ダウンから始めたりとか、薬指、中指ダウンから始めたり、どっからでもスタートできるっていうのが理想的です。で、ポイント1です。回転の動作ではありません。これどういうことかって言いますと、泡立て器ありますよね。ホイップクリームとか泡立てる時のハンドミキサーっていうんですか、ハンドミキサーみたいな感じで、中指とか人差し指を支点にこういう風に回転してる動作に思われがちなんですが、こういう動作って結構長いことできないんですよ。実際やってみてもらうとわかると思うんですが、なかなか辛いんですよね。ではどういう動きかっていうと、トイレで手を洗った後にタオルがないとか、ちょっと汚いんですけどね、しぶきを切る。まさにこの動きだと思うんですよ。で、これってめっちゃ楽な動きなんですよね。いつまででもやってられるというか、さっきのと比べて全然負担がないのがわかるかなと思います。もう手ダランダランというイメージです。ちょっとわかりづらいっていう人は、夏場にうちわとか仰いだりとかするじゃないですか。動作をイメージしてもらってもいいですね。あれも早く仰ぐのは大変ですけど、ゆっくり仰ぐ分にはいくらでもやってられるというか、ストレスフリーな動作。C3PO みたいになっちゃいけないんですよ。こういう動きではない。で、ポイント2ですが、手首で回そうとしない。このしぶきを切る動作って完全に脱力してますよね。で、手首だけじゃなくて、肘とか、また肩とかまで動いてるのが意識できますかね。触ってもらうとわかると思うんですが、肩甲骨まで動いてる。ちなみに肩甲骨、イメージしづらい人は動物のドキュメンタリーとかで鳥が羽ばたくシーンのスローモーションとかバッサーってなる根元の持ち上がるわーっていうイメージ。ここに骨があって、ここが持ち上がって肩とか肘とか連動して動いてるというイメージですね。人間はやっぱり体の中心に近いところからエネルギーを出すと効率がいいんですね。少ないエネルギーを増幅させられる。そのためにはやっぱり脱力が必須になってくる。手首を意識するんではなくて連動してる動き。ここからは実際にギターでやってみたいと思います。まずはギターのボディに肩の力も抜いて乗せちゃいます。そこから弦のところに触るわけですね。で、この時に肘から中指の先まで一本に直線になるように置いたところがラスゲアードのポイント。で、ここでさっきのしぶきを飛ばす動作。こんな感じです。手首を回すとかを忘れてください。言ってしまえば肩とか肘とかまで連動してるわけですよね。このしぶきを飛ばす動作ってよく見てもらうとわかるんですが、指をあえて立てたりとかしてないのわかりますかね。こっちも本当に反動と遠心力だけで動いてる。完全に力抜いた状態でやってみてくださいね。こうやって力入れてしぶき切らないじゃないですか。で、脱力してるだけで弦のこの幅ぐらいの距離はカバーしてるわけですね。具体的にどこが触れてるかっていうと、親指はこの側面、中指、薬指は爪の先っぽが触れてます。ここで脱力した状態で弦を慣れてる状態です。1から6弦まで。
上げるときも撫でて、下ろすときも撫でて、親指アップからこう撫でて、撫でて、撫でて。この時には親指も中指も薬指も手首も肘も完全に脱力している状態です。最初はここでしぶきを切るって言ってもどうしてもガチャガチャしてしまうので、だんだん3つの動作が均一になってくるようにゆっくり整えてくる感じ。手自体には全く力を入れてないです。こう肘のこういう動きですね。大げさにやると本当これでも力が入ってないことっていうのが一番です。だんだんこう力を入れずに練習していくと手首の位置が整ってくる感じです。なので手首は動いてないように見えます。ただ意識の中ではここら辺から背筋とか体の真ん中からエネルギーをもらって動いてる。空中でやるとこんな感じですね。まとめですが、全体を通して大事なのは脱力。フラメンコの伴奏で 2,3 時間結構ずーっとラスギアードしてたりとかするんですね。で、この時にもう力が入ってると全然もう持たないわけですよ。で、音量を大きくしたい時は動作を大きくする。強さではないです。今回の動画お気に召していただきましたら、高評価、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。